こんにちは、写真家の井上です。今回のゼミは躍動する瞬間と題して、目の前で起きる生き生きとしたシーンをどのようにしてカメラに捉えるのかを動物写真を例にしながら、一瞬を永遠のアートワークに変えるコツを探っていきます。写真は静止画ですが、その中に動き、すなわち躍動感を表現することで、見る人の心に強い印象を残すことができます。こちらの写真を見てみましょう。必死に足を動かして逃げるネズミをねっとりとした目つきでキツネが追いかけています。このような写真を撮るにはどうしたらよいのでしょうか。7つのコツを取り上げて、その観点から見ていきたいと思います。1つ目、速いシャッター速度。速いシャッター速度とは、文字通りシャッターが開いている時間が非常に短いことを意味します。この設定は動きが速い車体を鮮明に捉えたい場合にとても有効です。では、速いシャッター速度を使う時の注意点を見ていきましょう。最も重要なのは適切な光の量です。速いシャッター速度はセンサーに光をあまり取り込むことができないので、可能な限り明るい環境でシャッターを切るか、それとも感度、ISOを上げるか、絞りを開放気味で撮る必要があります。朝露の草むらから子狐が飛び出してくるこのシーンでは、子狐を写し止めるためにシャッター速度を1250分の1秒とするだけでなく、センサーにより多くの光を取り込むために絞り値を F2.8 として、そしてさらに感度を ISO2500 まで上げています。2つ目、速いシャッター速度の選び方。速いシャッター速度を使うとき、僕の場合は800分の1秒あたりから始めて、必要に応じて2000分の1秒を超える速さに設定することもあります。子狐の巣にすれ違う子みんなにちょっかいをかける子がいました。ちょっかいをかけた相手の子から鼻先をガブッと手痛い反撃をされてびっくりしているのがこのシーン。まだ灰色の毛色をしたこれぐらいの幼い子狐を撮るときは、シャッター速度は速いと言っても800分の1秒あたりで十分だろうと思います。子狐たちの追いかけっこ。3ヶ月から4ヶ月ぐらいの柴犬の子犬たちが走り回るのを想像してみてください。だいたい同じぐらいの活動量かと思います。毛色がしっかりと狐色になって足腰がしっかりしてくると、目にも止まらぬ速さで彼らは走り始めます。これぐらいにまで成長して走り回る彼らを撮るときには、シャッター速度を1250分の1秒あたりまで速くすると良い結果を残すことができるという印象を僕は持っています。ヒグマが川で水浴びを始めました。何か素敵な水模様ができないかなと期待して水滴を写し止めるために、それまで1250分の1秒にしていたシャッター速度を1600分の1秒まで速くして、この瞬間に備えて動きがあった時にすかさず連写をするという手法で撮っています。ちょっと色っぽい足の開け方をしている足からこぼれ落ちる水、これなんか悪くないですよね。さあ、こちらカエデの樹液、メイプルシロップのつららを舐めているのはシマエナガ。つららの元にホバリングする羽を写し止めるためには4000分の1秒というとても速いシャッター速度が必要になります。3つ目、動きを予測する。速いシャッター速度の設定だけが全てではありません。成功の鍵は被写体の動きを予測して願いながらそれを引き寄せる能力にあると言えるでしょう。例えば、狐が藪の中のネズミをめがけて飛び込むシーンは、シャッターを切るタイミングがとても大切です。ピークアクションを捉えるためには、被写体を見極めて動きのパターンを理解することが必要です。そしてカメラの設定を事前に行い、撮影の準備を整えておくこと。これがスムーズな撮影への道と言えるでしょう。この時は1250分の1秒にシャッター速度を設定して、狐がジャンプする高さを想像しながら、飛び込む先に空間ができるような画角を作らなければいけないよな、ここに飛ぶかな、いろんな妄想を繰り返しながらこの瞬間を待ちました。4つ目、撮影位置を選ぶ。被写体の動きとカメラの高さの関係も重要です。低い高さから撮影することで被写体の迫力や動きの速さを強調することができます。動物撮影では絶対に外せないポイントと言えるでしょう。キノコにかぶりつくエゾリスのカット。地面に近い視点はエゾリスがキノコにかぶりつく瞬間の迫力を増しています。こうした低角度からの撮影は被写体の存在感を際立たせて、見る者がその瞬間に共感しやすくなるということができるでしょう。こういった写真はただの記録以上のものを提供することができると思います。それは物語を語り、見る者に様々なことを想像させるからです。5つ目、背景を選ぶ。速いシャッター速度を使った撮影では F 値、絞り値が小さく開放側になることが多いので、その背景はボケ気味になります。
躍動する被写体の背景について、そのボケ気味になることを前提に、ピタッと止まった被写体の動きがより印象的になる背景を選びたいものです。望遠レンズを使った撮影では、撮影者が少しずれるだけで被写体の背景も大きくずれることになります。このずれを利用してよりシンプルな背景になるようにするのが良い結果へのパターンになることと思います。例えばこの写真の時、できるだけ背景が真っ白な雪になるところを狙って、僕はほんの少し動きながら調整しながら撮影をしています。被写体の動きを予測しつつ、ここに入ってくれと強く願いながらその時を待ちましょう。6つ目いきましょう。写真の中のストーリーの強調。ある特定の瞬間を切り取ることで、その瞬間の重要性やストーリーを強調することができます。冒頭にもお見せしたように、必死に足を動かして逃げるネズミをねっとりとした目つきでキツネが追いかけています。キツネのこの余裕っぷりに気づくと、逃げるネズミの絶対絶命感が一層高まり、その細く短い足に込められた生死をかけた逃避を想像してしまうものであり、これは躍動感がもたらす力ということができるでしょう。この1枚はこのようなシーンに出会えたからこそ残すことができたわけですが、そのためには連写も必要でした。ネズミの足運びを選ぶことができたからです。より素敵な躍動の瞬間を得るためには連写をするということも大切です。さあ、最後の項目。写真の神様はいる。写真の神様はいるもので、躍動の瞬間を狙っている時に思わぬ素敵なことが起きることもあります。飛ぶエゾリスが跳ね上げた枯葉が宙を舞ったのです。写真のアクセントにもなってなんだかいい感じです。こんなことになるなんて思いもしなかったわけですが、写真の神様がいるんだなと思う一枚になりました。今回のゼミは躍動の瞬間をテーマに、速いシャッター速度を使った楽しい写真撮影の世界をご紹介してきました。動きの速い被写体を凍らせるように捉えることで、私たちは見過ごしがちな瞬間の美しさや力強さを写真として写し止めることができるようになるのです。今回紹介したテクニックやコツが皆様の写真表現の幅を広げて、さらには写真表現の情熱をかきたてるきっかけになればなと思っています。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方はいいねを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。